ねえきなこ、ディープシーク R2 が 32B で安くて強いって本当？ RTX4090 で動いて AIME92.7% 達成って噂で AI コミュニティがすごく盛り上がってたんだけど。すごく話題になってるよね。でも実はその R2 公式リリースが存在しないんだよ。あんなに X もニュースも盛り上がってたのにリリースされてないってどういうこと？具体的な仕様まで書かれてたのに。2026年4月時点でディープシークのハギングフェイスリポジトリに R2 という名前のモデルは存在しないんだよ。 V4 プロと V4 フラッシュは実在するけど R2 は見当たらないの。じゃあ 32B デンス RTX4090 で動く AIME92.7% って仕様はどこから出てきたの？そんな具体的な数字まで出てたのに。そこが今日の確信なんだよ。噂の出所を追いかけていったら衝撃的なことが分かったの。この動画では R2 噂の正体、ファーウェイやセンドでの訓練失敗の真相、実際にリリースされた V4 の実力までディープシーク R2 論争の全貌を解説していくね。 R2 って一体誰がどこで作り出した話なの？それを知りたい。噂の起点になったのはデコードザフユーチャー ORG という SEO ブログだったんだよ。公式の裏付けは一切なかったけどそこに書かれた仕様が X で拡散して世界規模のトレンドになったの。1個の SEO ブログが世界中の AI コミュニティを動かしたってこと？それって怖くない？ちゃんとしたリポジトリや公式を確認すればよかったのに。そう、一次ソースの確認って大事なんだよ。これは情報リテラシーの話でもあるよね。じゃあ実際に何が起きたのか詳しく見ていくよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日はディープシーク R2 の噂と真実を深掘りするよ。ディープシーク R2 派 32B レンス AIME92.7% MIT 並みの性能 RTX4090 で動くという R2 の仕様を報じた出所を調べるとレコードザフユーチャー ORG という SEO ブログの記事に行き着くんだよ。で、そのサイトはどこから情報を取ってるかというとレコードザフューチャー ORG 聞いたことない。それって信頼できる情報サイトなの？それがね、ディープシーク公式でもアーカイブでもロイターテッククランチでもない検索エンジンに最適化された SEO ブログなんだよ。ディープシーク公式の何億ものトークン訓練データには R2 の使用なんて一文字も出てこないんだよ。それってインターネットの噂が一人歩きしてたってこと？そうする子なんよ。あんな具体的な数字まであったのに。さらに面白いことがあってね、複数のサイトがそれぞれ R2 の使用を報じてるんだけどその内容が互いに矛盾してるの。矛盾？どんな矛盾があるの？一方のサイト派 32B レンスモデルと主張して別のサイトはスパース MOE アーキテクチャというの。レンスと MOE は根本的に違う構造だから同じモデルを指してるわけがないんだよね。それってみんな同じソースを引用してたわけじゃなくてそれぞれが独自に R2 の仕様を作り上げてたってこと？そういうこと。 R2 が来るという期待感が先にあって仕様は後から想像と推測で埋められていった感じなんだよね。予測市場でも R2 リリースの可能性はゼロに近い判定だったんだよ。恐ろしいな。でもなんでそんな噂が世界中に広がったの？ディープシークが V3 や R1 で実際にすごい成果を出してたから次の R2 はもっとすごいはずという期待が増幅されたんだよ。信頼性のある実績があると噂も信じやすくなるんだよね。じゃあディープシークは実際に何をリリースしてたの？ R2 がないなら本当の新モデルは何なの？ディープシークが2026年4月に発表したのはディープシーク V4 パラメーター総数 1.6 兆アクティブ490億のミクスチャーオブエキスパーツモデルなの。1.6 兆パラメータって天文学的な数字だけど本当にそんなモデルが実際に動いて API で使えるの？動かすためにどれくらいのコンピューターが必要なの？動くし強い。ライブコードベンチで93点をコードフォーセスレーティング3206を記録してるの。コーディング系ベンチマークではトップクラスの数値なんだよ。でもさ、ちょっと前から R1 リスキル 32B って R2 のことなんじゃないかって話があったんだけど実際はどういう関係なの？
名前に 32B ってあるから混同されてたのを。それが R2 神話の混同源なんだよ。R1 リスティルクエン 32B は2025年1月に公開された実在モデルで、名前に 32B があるからこれが R2 って誤解を招いたんだよね。なるほど。R1 を圧縮した上流モデルが 32B で、それが R2 の 32B デンスという具体的な噂のベースになったってことを。でも上流モデルと新しいアーキテクチャって根本的に違うよね。そういうこと。実在する R1 リスティルクエン 32B に R2 というラベルを貼って存在しない仕様が増幅されていったんだよね。ちょっと待って。じゃあなんで R2 はこんなに遅れてるの？ V4 がリリースされてるのに。そこには深刻な理由があるんだよ。単なる技術的な課題じゃなくて、地政学的なリスクが技術開発のロードマップに直接影響した話なの。次で詳しく見ていくよ。地政学が技術開発に影響って、なんかスケールが大きすぎてついていけないんだけど、それって具体的にどういうことを？ちなみに上流って何？って思ったよね。大きなモデルの知識を小さなモデルに移し替える技術のことなんだよ。R1 の賢さをクエン 32B に凝縮したのが R1 リスティルと呼ばれるモデルなんだよ。大破傷を兼ねる逆バージョンだね。ディープシークは R2 をファーウェイアセンド 910B で訓練しようとしたの。でも頻発するクラスと不安定な動作で訓練が完走できなかったんだよ。ファーウェイのチップ使おうとして失敗したの？それって相当大変だったんじゃ。原因は2つあってね。1つ目が CAN、ファーウェイの AI ソフトウェアスタックの未成熟さ、NVIDIA のCUDAに相当するものなんだけど、大規模訓練での安定性が不足してたの。CAN って GPU プログラミングの仕組みのことだよね。CUDA と比べてどのくらい差があるの？エコシステムの成熟度が全然違うんだよ。CUDA は NVIDIA が15年以上かけて磨いた技術で、深層学習フレームワークとの互換性も高い。CAN はまだその途上なの。2つ目の原因がチップ間の相互接続速度。大規模 MOE モデルの訓練では何千ものチップが高速に通信する必要があるんだけど、アセンドはそこでボトルネックが出たんだよ。なるほど。それで R2 の訓練が詰まってしまったわけか。そこに追い打ちをかけたのが2025年4月の H20GPU 輸出禁止なんだよ。アメリカが NVIDIA に対して中国向け H20 の出荷を禁止したの。ダブルパンチやん。ファーウェイで失敗。NVIDIA も伝えない。空遅れるわ。ディープシークが取った対策が NVIDIA 訓練。ファーウェイ推論のデュアルトラック戦略なんだよ。訓練は NVIDIA、推論実際の応答生成はファーウェイという役割分担で輸出規制を回避してるんだよ。訓練と推論で使うチップを分けるってことを？それは賢いな。こうして2025年5月の予定だった R2 リリースが2026年現在も遅れ続けてるんだよね。でもね、本当のコスパ革命は R2 じゃなくてもっと意外なところにあったんだよ。ディープシークは Western API より 70% 安いって聞いたことある？実際の数字はもっとドラマチックだったんだよ。70% 安って聞いたら十分すごいと思うけど、もっとドラマチックってどういうこと？ 1 ドルが30セントになるってことなのに、それより安いってどういうスケールの話なの？ V4 フラッシュの料金は入力100万トークンあたり 0.14 ドル、出力 0.28 ドルなの。クロードソネット 4.6 と比べると 97% 安い。オーパス 4.7 と比べると 98% 安いんだよ。70% 安って聞いてたのに、実際は 97% 安。それって4倍どころかめちゃくちゃ違うやん。計算おかしない？計算は合ってるよ。70% 安ということは3分の1の価格。97% 安は30分の1以上の価格なの。全然違う世界だよね。ここで少し技術的な話をするとね、MOE アーキテクチャがこのコスパを支えてるんだよ。1.6 兆パラメーター全部を使うんじゃなくて、トークンごとに最適な専門家490億分だけを選んで使うの。つまりフル出勤じゃなくて、プロジェクトごとに最適な専門家チームだけを呼んで、不要な人は待機させてるようなシステムってことを。それがコスト削減の秘密なんだ。その例えが正確だよ。1.6 兆中490億、約 3% のパラメーターだけをアクティブにする効率化があの価格設定を可能にしてるんだよね。 R2 の噂を追いかけてる間に
現実の V4 の方がよっぽどすごい技術を実現してたんだね。で、そんなにすごい技術をディープシークがオープンソースにしてる理由って何なの？企業戦略として変じゃない？実はそこに地政学的な計算があるんだよ。技術力を世界に公開することで影響力を広げる AI をソフトパワーとして使う戦略なの。ソフトパワーとしての AI、つまりディープシークを世界中の開発者が使えば使うほど技術エコシステムの中心に中国の技術が入り込んでくるってことか。戦略的に考えてるんだね。ディープシークの CEO ハリブン・ホコサキはオープンソースは文化的実践でありソフトパワーだと発言してるの。単なる技術提供じゃなくて戦略的な意味があるんだよね。あれ、ディープシークって使っていいの？政府とかは使えないって聞いたけど、実際どこが禁止してるの？日本はどうなの？アメリカでは連邦政府と17州以上が政府デバイスからディープシークを排除してるの。 GDPR 違反の懸念で EU でも規制の動きがあるよ。イタリアとアイルランドでも調査が始まってるんだよね。17州以上ってめっちゃ多いやん。それって全米規模でほぼ使えないってことになるんちゃうの？ EU でも規制って世界中から締め出されてるんちゃうの？政府デバイス限定の話なんだよ。民間や個人レベルでは各国でまだ使えてるの。日本は METI 経済産業省が注意喚起レベルで法的規制まで入ってないんだよね。じゃあ日本の個人開発者は V4 フラッシュの API を普通に使えるってことを？それはかなりありがたいな。コスト 97% 削減って小さいプロジェクトでも余裕でやれる規模じゃん。収益面で言うと V4 フラッシュの 97% コスト削減は日本の個人開発者にとってもかなり大きいんだよ。月100万トークン使ってたらクロードからディープシーク V4 フラッシュに切り替えるだけで月の AI 費用が激減するんだよ。技術とガバナンスのトレードオフってことだよね。安くて強いけどデータ主権の問題がある。機密データを扱わないプロジェクトなら全然ありな選択肢じゃないかな。 API として使う分には技術的なメリットを享受しながら機密性の高いデータを送らないという使い方が一般的だよ。技術選択とデータ管理を分けて考えることが大事なの。そういえばハギングフェイスでも中国発のモデルが増えてきてるって聞いたんだけど、ディープシークだけじゃないってことを？キューエンとか GLM とかも見るようになったよね。ハギングフェイスのダウンロード数でも中国発のオープンソースモデルが米国モデルを上回る傾向が出てきてるんだよ。キューエン GLM ディープシークが揃って上位に入ってきてる感じだよね。 R2 の噂が世界を駆け巡っていた裏で実際のオープンソース AI エコシステムは着々と成長していたんだよ。噂より現実の方がずっと面白い展開をしてたんだよね。結局 R2 って何だったんですかって聞かれたら、一次ソースのない噂が存在しないモデルを作り上げたって言えばいいってことを？情報リテラシーの教科書みたいな事例だよね。そういうこと。 R2 の噂は内緒では触れないだったけど現実のディープシークは V4 の 1.6 兆 MOE、97% 以上のコスパファーウェイ戦略失敗と輸出規制というドラマをリアルに展開してたんだよね。技術的に整理するとね、 MOE アーキテクチャの本質は全員が毎回働かなくていいという効率化なんだよ。1.6 兆パラメーターのうち 3% しか動かさないことで高性能と低コストを両立させてるの。 R2 の幻を追いかけてた時間があったら実際に V4 フラッシュの API を触ってればよかった。 MOE で 97% 安くて高性能なんて現実の方がよっぽどすごいじゃん。 MOE ってまるで会社のプロジェクトチームみたいな感じだよね。全員が毎回出勤しなくてその案件に合わせた専門家だけが動く。 R2 が遅れてる原因はファーウェイやセンドのCAN未成熟とインターコネクト問題が大きいんだよ。さらに NVIDIA H20 の輸出禁止というダブルパンチでディープシークは訓練インフラの制約に縛られてるんだよ。技術力の問題じゃなくて地政学的な環境のせいで R2 が遅れてるんだね。ディープシークは本気でやろうとしてるけど外部要因に縛られてる感じか。もしファーウェイやセンドが成熟して NVIDIA 不要になったらディープシークは本当にゲームチェンジャーになれるかもね。 V4 フラッシュは今すぐ API で試せるよ。入力100万トークンで 0.14 ドルだから1ドルあれば相当な量を試せるんだよ。個人開発者にとって革命的な価格設定なの。1ドルで700万トークン、そんな量普通の個人開発者が使い切れるのを？むしろ気にせずガンガン使える時代になってきたんだね。
それは確かに革命的だ。ということで質問なんだけど、みんなはディープシークの R2 噂を信じてた？実際にディープシークの API を使ったことある？コメントで教えてね。個人開発者の視点から見ると V4 フラッシュの API コスト削減は実際にどのくらいインパクトがあったか、具体的な数字と体験を聞かせてもらえると嬉しいな。 R2 を待ってる間に V4 は使えるんだから、僕も早速試してみるよ。次の動画でどんな結果だったか報告するね。次の動画では引き続き AI の最新トレンドを深掘りしていくよ。お楽しみに。チャンネル登録してくれたら、キノコへのおやつ代が増えて解説の質が上がるかも。飼い主さんには内緒でこっそり稼いでるおやつ代。登録してくれると僕のひまわりの種が増えるよ。次の動画も一緒に深掘りしましょうね。今回はここまで。